皆様こんにちは、セリナです。今回は9月22日発売ルナソルカラーオイルセラムとコメント欄でたくさんのリクエストをいただきました9月1日発売 MAC のスタジオラディアンスセラムファンデーションを比較しながらご紹介していきたいと思います。今回ご紹介していくルナソルと MAC の新作ファンデーションはどちらも美容液ベースの潤いツヤファンデーションということで、それぞれの塗り心地や仕上がり、4時間後のマスク崩れについてなどをしっかりと比較しながらご紹介していきたいと思います。ツヤ肌仕上がりの新作ファンデーション選びで迷われているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ルナソルカラーオイルセラム。肌が待っていたオイル美容液ファンデーション誕生。植物由来オイルを贅沢に配合。どこまでも滑らかに心地よく、乾いた肌にも瞬時に馴染んで一日中乾燥から肌を守ります。色ムラや毛穴をナチュラルにカモフラージュし、潤いをたたえた艶やかな肌を演出。まとう人の表情を引き立てる水ツヤ肌へ。水を一切使わずに植物由来オイルをふんだんに使用したルナソル初のオイル美容液ファンデーションで、触れた瞬間肌に溶けていくような感覚、溢れ出す艶やかさ。下地不要でスキンケア感覚で使うことができ、その人らしい表情に導きます。色ムラや毛穴をカモフラージュしながら明るく艶やかに見せ、化粧感を感じさせにくい仕上がり。均一感と柔らかな印象が持続します。こちらは SPF30PA2+です。続いてこちら、MAC スタジオラディアンスセラムファンデーション。MAC 史上最高の潤いリキッドファンデーションが登場。素肌から発光するようなツヤ肌へ仕上げるツヤティントファンデーション。肌の悩みをカバーするためのファンデーションから美しい肌を見せるためのファンデーションへ。 80% 美容液ベース、33種のスキンケア成分配合の滑らかなテクスチャーで、のせるたびに肌が保湿され、肌に潤いと透明感をもたらすことで、まるで素肌から発光するような透明感のあるツヤ肌へ仕上げます。肌の見せ方を知り尽くしたプロのMACアーティストのアイディアから、その人の持つスキントーンがより美しく、またどんなシーンでも美しく見えるように、微細なシルバーパールを配合。ワンランクアップのツヤ肌へ仕上げます。スタジオシリーズ不動のカバー力でナチュラルながら隙を見せない仕上がり。ツヤ肌が12時間持続。それではルナソルと MAC の新作ファンデーション、それぞれを半眼ずつに塗って塗り心地や仕上がりなどについて見ていきたいと思います。今回こちらのルナソルの新作ファンデーションは下地不要でも使えるタイプとのことでしたが、 MAC は下地と組み合わせて使うのがおすすめとのことでしたので、現在顔全体にディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールという下地を塗っています。ではまずはこちら側半分にルナソルを塗っていきたいと思います。今回も指で塗っていきます。滑らかに伸び広がる美容液ファンデーションということで、手元で見た時もかなりみずみずしくて伸びもいいタイプだなと思っていましたが、肌の上にのせてみるとこんな感じで軽くてかなり伸びもいいですが、意外と肌にピタッと密着もしてくれるようなタイプで、すぐに肌に馴染んで乾燥してしまうという感じがなく、しっかりと肌に潤いを与えてくれるような感じがするテクスチャーです。はい、まずはこちら側半分にルナソルのカラーオイルセラムを一度全体に薄く塗ってみました。まず仕上がりとしてはこんな感じで、スキンケアしたてのような綺麗なツヤが出ていますが、重さや厚ぼったさが出ている感じはしないので、しっかりとツヤは感じられますが、やりすぎ感のないツヤ肌仕上がりという感じで、
とても綺麗です。そして手元で見た時は少量でもみずみずしく伸び広がるタイプだったので、あまりカバー力には期待できないのかなと思いましたが、一度薄く全体に塗った状態でも意外とこんな感じで、近くで見ても一度塗りでも肌の毛穴や凹凸、そして細かい色ムラなどは意外とカバーしてくれるタイプでした。ある程度のカバー力が欲しいという方にもぴったりだなと思います。そしてテクスチャーとしてもブランドサイトに水を一滴も使わない処方で作られているという記載がある通り、水分で保湿しているタイプというよりもみずみずしいオイルで肌にしっかりと潤いを与えてくれているような感じなので、ベタつき感や重たさは全く感じませんが、軽くてみずみずしいオイルで保湿をした後のような乾燥が気になる肌の上にも伸ばしやすいけれど保湿感もしっかりと保ってくれる、これからの乾燥やパサつきが気になる時期にとても使いやすいタイプなんじゃないかなと思います。今期のファンデーションはサーダっぽい仕上がりなのにミディアムカバレッジというところと、スキンケアのような塗り心地でしっかりと保湿感を与えてくれるというアイテムが多いように感じます。ではさらに気になる部分に重ねていきます。伸びのいいタイプですがオイル感もあるので、こんな感じで肌にタップするように重ねていくとしっかりと肌に密着もしてくれるので、重ねていくことでよりカバー力を得られるタイプですね。こんな感じでみずみずしいツヤがアップしていきます。こういった気になるニキビ跡なども完全にカバーするというほどハイカバーなわけではないですが、意外としっかりと肌を均一に整えてくれる感じはするので、カバー力も十分なんじゃないかなという感じがします。はい、こちら側半分、ルナソルのカラーオイルセラムを気になる部分に何度かしっかりと重ねて仕上げてみました。何度かしっかりと重ねるとこんな感じで、まずこのくらいの距離があると先ほどよりもさらにスキンケア後のようなみずみずしいツヤが頬の中心にしっかりと感じられると思います。そして近くで見るとこんな感じで、重ねるごとでみずみずしいオイルが肌にしっかりと密着していくので、厚塗り感は出ませんが気になる部分などもしっかりとカバーをしてくれました。こちらのファンデーションは毛穴や凹凸を覆ってカバーするというよりも、毛穴や凹凸にファンデーションが入り込まないようなタイプで、ツヤの反射で目立たなくしてくれるようなカバータイプでした。手元で見た時よりも意外としっかりとしたカバー力を得られるタイプでしたが、つけ心地としては全く負担感がなくて、みずみずしくて軽いスキンケアのオイルを塗っているような感覚で使えるところもとてもいいなと思います。それではこちら側にはルナソルのカラーオイルセラムを塗ってある状態のまま、反対側には MAC の新作ファンデーションを塗って比較していきます。こちらも MAC 史上最高の潤いファンデーションということで、かなりツヤ感としっとり感も感じられるタイプですが、手元で見た時と同様、少し膜感も感じるようなタイプで、肌にピタッとファンデーションが密着してくれるタイプです。保湿感もしっかりと感じられるので、乾燥が気になる肌状態でも問題なく塗れると思いますが、肌への密着感が高い分、反対に塗っているルナソルよりは少し塗りにくいと感じるかもしれません。はい、こちら側半分には MAC のスタジオラディアンスセラムファンデーションをまずは全体に一度塗りで仕上げてみました。MAC の新作ファンデーションは一度塗りの状態でも反対に塗っている何度か気になる部分に塗り重ねたルナソルと同じくらいのカバー力を得られるタイプだったので、カバー力が比較的高めのツヤ仕上がりファンデーションという感じでした。ルナソルと同様ツヤがものすごく綺麗ですが、MAC は膜感のあるテクスチャーが肌を覆ってくれるからか、つるんとしたツヤ肌といった感じの仕上がりでした。そして近くで見てもこんな感じで、膜感を感じるタイプのファンデーションが肌にピタッとフィットしてくれるので、一度塗りでも毛穴や凹凸をつるんと滑らかにカバーしてくれていて、気になる色ムラなどもある程度カバーしてくれるタイプです。膜感があって肌にピタッと密着してくれるタイプなので、少し塗りづらそうかなと感じられる方もいらっしゃると思いますが、しっかりと指で伸ばしていけばこんな感じでムラになることもなく、ファンデーション自体にしっかりとスキンケアのような滑らかさも感じられるタイプだったので、
この滑らかさと密着感を両立している感じがとてもいいなと思います。しっかりと肌に潤いも与えつつ、ピタッと密着してくれている感じもするので、保湿と崩れにくさどちらも両立してくれそうな感じがします。では気になる部分にさらに重ねていきます。肌へ密着するのが早いので、重ねていってもこんな感じでどんどん綺麗に馴染んでいってくれます。重ねていっても重たくなってしまったり、厚ぼったくなる感じはなく、よりつるんと感が増していきます。毛穴や凹凸も綺麗にフラットに仕上がっていきますね。はい、こちら側半分には MAC のスタジオラディアンスセラムファンデーション、気になる部分に何度かしっかりと重ねて仕上げてみました。反対側に塗っているルナソルと比較すると、こちらの MAC のファンデーションのカバー力の高さとつるんとしたツヤ肌に仕上がっている感じの違いが分かりやすいと思います。そしてこちらの MAC のファンデーションは近くで見てもこんな感じで、しっかりと気になる赤みや色ムラなどもカバーしてくれるハイカバーなタイプでしたが、重ねても重たさが出ることもなく、毛穴や凹凸などもつるんとした膜で覆ってカバーしてくれるようなタイプだったので、カバー力もあり、浮き卵のようなつるんとした肌に仕上げたいという方にぴったりです。この内側から張り感を感じるようなつるんと感がものすごく綺麗ですよね。ルナソルと MAC それぞれ仕上げてみるとこんな感じの違いでした。まずどちらも美容成分たっぷりでしっかりと保湿感を感じながらツヤ肌に仕上がるというところはとてもよく似ていますが、ルナソルは軽くてみずみずしいスキンケアオイルを塗っている時のような塗り心地なのに対して、 MAC は滑らかで高保湿だけれど少し重さもあるような膜感のあるファンデーションが肌にピタッと密着するような感じなので、どちらも乾燥肌の方にかなり使いやすいと思いますが、肌表面の乾燥が気になってうまくファンデーションが塗れないという時は、よりルナソルが塗りやすく感じるんじゃないかなと思いました。ただ MAC も下地の時点でみずみずしい保湿感があるタイプで肌を整えておけば、ファンデーション自体はピタッと密着してくれる感じはありますが、乾燥してくる感じは全くしないので、スキンケアや下地でしっかりと保湿した状態を持続させたいという時にとても使いやすいタイプだと思います。そしてツヤ感にも違いがあって、ルナソルはスキンケア後のようなみずみずしいツヤ肌仕上がりなのに対して、 MAC はむき卵のようなつるんとしたツヤ肌仕上がりでした。そしてカバー力についてもどちらもスキンケアのような使い心地なのにある程度のカバー力がありましたが、 MAC の方がさらにカバー力が高かったので、このツヤの違いやカバー力のお好みで選んでいただくのもいいんじゃないかなと思います。どちらもとても綺麗な仕上がりですよね。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。そしてカラーについては今回それぞれ標準色を使っていますが、ルナソルは今回の標準色 N の02番はいつものルナソルのファンデーションよりも少し明るめの色出しになっているということで、確かに実際に塗ってみた感じ、首から浮いてしまうという感じは全然しませんが、普段使っているジャータイプのグローイングシームレスバームの標準色よりも少し明るめな色出しだなという感じはしました。そして MAC は標準色だけでも3色の展開があるとのことで、今回私は標準色の3色の中でもさらに中間的な明るさの NC の16というカラーをセレクトしてみました。こちらは首元で見てもちょうどぴったりという感じのカラー展開だったので、普段他のブランドで標準色を使われている方には馴染みがいいカラーなんじゃないかなというふうに感じました。そして香りについてはどちらも原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。ではこの上に MAC のスタジオフィックスプロセットブラールースパウダーをトゥーフェイスのフェイスブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。
はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。一度もお化粧直しをしていない状態なので、どんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。今日は暑さも落ち着いていたので、4時間の間にそこまで汗はかかなかったですが、どちらも美容液ベースの高保湿ファンデーションということで、皮脂が気になる肌タイプの私には、どちらも全体的に皮脂によるテカリが気になりました。ただ近くで見てもどちらもこんな感じで、全体的に皮脂によるテカリは出てきていますが、皮脂によってファンデーションが薄まってしまったり、ドロドロに崩れてしまったり、マスクの摩擦による擦れなどの崩れはあまり気にならなかったので、皮脂が出てもある程度のカバー力は保ってくれるタイプだなという印象でした。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは、やはりどちらも小鼻の横はしっかりと皮脂が出ている感じはしますが、頬全体はMACの方が全体的に油分が出ている感じがして、ルナソルは頬やフェイスラインなどは皮脂によるベタつきは全然気にならなかったので、こうして比較してみると意外とルナソルの方がベタつかないような仕上がりでした。ルナソルはみずみずしいオイルテクスチャーでしたが、意外とベタつく感じがしないところも使いやすいポイントなんじゃないかなと思います。MAC も美容液ベースのファンデーションでこれだけしっかりと保湿感を保ってくれるのに、ここまでカバー力が高いタイプはなかなか珍しいんじゃないかなと思うので、どちらも乾燥肌の方により安心して使っていただきやすいタイプのファンデーションかなっていう印象です。乾燥が気になりだすこれからの時期に大活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じで9月22日発売のルナソルカラーオイルセラムと9月1日発売 MAC のスタジオラディアントセラムファンデーションを比較しながらご紹介していきました。どちらも美容液ベースのツヤファンデーションということで、スキンケアをしている時のような塗り心地やしっかりとした保湿感、そしてツヤ感が綺麗なところはとてもよく似ていましたが、それぞれの特徴をまとめると、ルナソルは軽くてみずみずしいオイルのような質感で、乾燥が気になる肌の上でもスッと滑らかに伸び広がってくれて、さらに伸ばしやすいタイプなのにすぐに乾燥してしまうということはなく、軽いオイルテクスチャーで肌を保護してくれるような保湿感も持続してくれました。仕上がりとしては重ねていくことでミディアムカバーくらいのカバー力も得られるタイプで、スキンケア後のようなみずみずしいツヤ肌に仕上がるのが特徴でした。皮脂が気になる肌タイプの方だと、どうしてもまだ今の時期だと全体的に皮脂によるテカリは気になりましたが、皮脂が出るからといってファンデーションが薄まってしまったり汚く崩れてしまうということはなく、頬の中心やフェイスラインなどはベタついている感じもしにくかったので、乾燥肌の方にはもちろん、これからの季節皮脂が気になる肌タイプの方にも使いやすいタイプなんじゃないかなと感じました。そして MAC は滑らかでしっかりとした保湿感を感じられるタイプですが、塗りたてから肌にピタッと密着するような密着感も感じられるタイプだったので、重ねていくことでつるんとしたむき卵のようなツヤ肌に仕上がるのが大きな特徴でした。カバー力も高く、一塗りでミディアムカバーくらい、重ねていくことで気になる赤みや色ムラ、そして毛穴も綺麗にカバーしてくれるようなタイプだったので、高保湿タイプな美容液ファンデーションの中でもさらにカバー力も両立したいという方にぴったりでした。ただカバー力は高いですが、重ねていっても重たく厚ぼったくなってしまう感じはなく、重ねることでつるんとしたツヤ感が増していきました。密着力が高いタイプなのにしっかりとした保湿力も持続するようなタイプだったので、カバー力と密着力、そして保湿力も持続させたいという方に特にぴったりです。こういった美容液ベースのファンデーションでカバー力が高いタイプはなかなか珍しいので、乾燥も気になるけれどしっかりとカバーしたいという方に特におすすめなんじゃないかなと感じました。それぞれとても使いやすいファンデーションでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。